Hi, I'm Kasumi. I noticed that I uploaded the unedited video, so I had to edit it, and as a result, the warm and grateful comments I received disappeared. I'm very sorry about that, and I'm careless. But those comments are still in my PC and in my heart. So this is the correct video. 皆さん、大変申し訳ないお知らせです。先日アップしました動画、実はなぜかわかりませんけど、編集してない、編集する前の動画がアップされていました。したのは私なんですけど、でそれでやっぱり一回やり直すことにしまして、そしていただいたありがたいコメントを見ることができなくなってしまいます。本当にすいません。でも、そのコメントは私のパソコンと私のこの胸の中にずっと残っています。ありがとうございます。こんなおとぼけな私ですが、これからもよろしくお願いします。では、編集した後の、正式なビデオ、ご覧ください。皆さん、こんにちは。基本のヨガのかすみです。Hello everyone, I'm Kasumi. 今日はですね、この基本のヨガの YouTube 開設してから3年経ったらしいんですね。今気づいたんですけど、2022年の6月20日にこのチャンネル開設したみたいです、私。それで、もう約3年経ったわけですね。ありがたいことに何人かの皆さんがいつも見てくださって、そして楽しみにしてくださっている方もいらして、本当にありがとうございます。皆さんの健康づくりの役に立てたらなと思って始めたので、とても嬉しいです。それでですね、今日は動くというよりも、このチャンネル最初にどんな風にしようかなと思った時に、もちろんポーズとか練習もメインでやっていくんですけど、ヨガの哲学的なお話とか、そういったものも、ちょっと散りばめていけたらいいなって思っていたんですね。でもやっぱりそうですね、そういうお話って、そこだけ切り取るのってちょっと難しくって、そんなにたくさんやってこなかったかもしれない。マントラはいくつかあげましたけどね。最高ありがとうナマステ私はヨガの、練習も好きですけれども、やっぱり何が惹かれるかというと、そのヨガの哲学の部分にとても惹かれて、この世界に入ってきたわけなんですね。で、今日は3周年記念ということで、ムドラをちょっとだけ紹介しようかなと思います。それでは最後までお付き合いください。よろしくお願いします。ムドラーなんですけれども、手の形です。
日本の皆さんだったら忍者のこういう、こうかな、こういうのね、おなじみというか見たことがある方多いと思うんですが、指で形を作るんですね。で、そもそもこの指には全部意味があって、例えば親指は火です。燃える火。それから人差し指は風。全部5つのエレメントです。に対応してます。中指が空間ですね。そして薬指が地。最後に小指が水です。でこの5つの5エレメントって言いますけど、5つのエレメントを指でこう感覚を取ることができるんですね。でまずね、一番有名というかよく使うのがこれかな。アンジャリムドラ。ね、お辞儀するときによろしくお願いしますってするときにやりますよね。でこれはね、仏教の南無阿弥陀仏とちょっと違うと思っています。仏教の時ってお寺さんとか行った時にこんな感じになりませんか？まっすぐ揃えてこんな感じね、お手手のシワとシワを合わせて幸せみたいなありましたよね。でもね、ヨガの場合は私が習ったのは親指の付け根、ここの骨ですね、これを胸骨のところに当てる。そして軽く開く。軽く指先を開く。でそうするとお辞儀をした時にこの指先が自分の方も向いていますし、あとお辞儀をしている相手の方にも向いているわけですね。でこれはあなたを敬います、尊敬しますっていう意味があるんですよっていうふうに私は習いました。でそういった違いがあります。アンジャリムドラ。それから次にやることが多いのはこれかな。日本ではね、チンムドラーってよく聞きますね。親指と人差し指を合わせて輪っかを作って残りの3本の指は揃えておくんですが、これはね、集中するときに使うといいムドラー。私はギャーナムドラーって呼んでいます。で、この親指はこの場合ね、5エレメントというよりも違った意味合いも持っていまして、親指宇宙、人差し指が私ですね。宇宙と私をつなぐなんていう意味があるそうです。そしてこの残りの3本の指は心の動き、サットバ、ラジャス、タマスという3種類の心の動きがあるんですけど、それを揃えて静かにさせておく。こういう意味があるんですね。でこれを例えば呼吸法するときとか、瞑想するときとか、こんな感じでももの上に置いて目を閉じて、そうすると自分の中に集中していけるんですね。呼吸法するときに、私はナーディーショーダナ、片鼻交代呼吸するときは左手でこのギャーナムドラーを作っているんですが、そういうときにも使ったりします。次、これは私好きなムドラーなんですけど、親指と小指をつなげる。親指と小指をつなげる。ブッティムドラーっていうんですね。これはね、コミュニケーション取りやすくなる。なんとなくね、皆さんもやってみてくださいね。親指と小指つないで、静かにしてると、なんて言うんでしょうね、広がっていく、自分の心の扉が開いていくみたいなね、そんな感じが内側に生まれてくるんですよね。指の形一つでね、いろいろ心も変わってくるのがとっても面白いなと思っています。ブッティムドラ。それからあとは、親指を折り曲げるんですが、薬指ちょっと動かしづらいですよね。薬指を押さえるような感じで親指でこんな感じで作りますね。これはスーリアムドラ。スーリアっていうのは太陽神の名前ですね。こういうムドラもありますね。あとはね、瞑想するとき。私は瞑想するときこれやってること多いかも。手を重ねて親指つけますね。で、これを足の上に置きます。ももの上という。こういう形です。結構ね、肩の力が抜けて落ち着くんですよ。これはディアーナムドラって言います。ディアーナムドラ。あとはもう一つだけ
カーレーシュバラムドラーというのがあります。ちょっとね、難しいんですけれども、中指だけつけます。そして、親指、ハートみたいな形作るんですね。親指つけて、人差し指つけて、残りの中指以外の指もくっつけます。第二関節のところ。こういう形、ね、を作る。これはね、シバ神の名前なんですけれども、中指っていうのは空間でしたよね。で、空間がこう広がっている。で、後の残りの指が全部自分の内側に向かっている。自分の中の空間が広がっていく。余分なものがすべて外に出て、内側が広くなっていく。そんなムドラーになりますから、これも瞑想の時にいいですね。もう足の上に置いて、で、これを、そうですね、5分とか10分とか、もういいかなって思えるような。そうすると、それぞれ感覚なので、皆さんがそれぞれ感じたことが今の答えかなと思います。ムドラー面白いですよね。あとはね、ビシュヌムドラーっていうのもありましたね。これもよく使うかな。ナーディーショーダナの時に人差し指だけを使う場合とビシュヌムドラー作る場合とあります。ビシュヌムドラーは人差し指と中指を折り曲げて、ここはくっつけるんですね。アイアンガヨガだとこの形になりますね。で、右の鼻を親指で閉じる。左側はこの2本の指で閉じるんですね。こう交互に使っていく。で、その時にあんまりこう脇を締めない。で、軽くここを開けておく。こんな使い方をしますね。ビシュヌムドラー。よく使うのはそのぐらいですかね。まだあるかもしれない。忘れてるだけかもしれないけど。ムドラーのお話でした。皆さんこれ気になりますか？普通のクラスでは使わないんですけど、瞑想の時とかね、使ったりします。音をじゃあちょっとね、マイクに近づけてみますね。耳のそばに持っていくと、まだ余韻が聞こえますね。このバイブレーションが手のひらを伝わる、それから空気を振動させる、そういうことでこの部屋の空気を共鳴させていくというか、変わっていくんですよね。で、叩くのともう一つ、こんな感じでね、回す。聞こえるかな？こんな風に使ったりします。これはなんか特別なクラスの時にね、使ったりしますね。オンラインではそんなに使わないかな。はい。あとはですね、ちょっとだけ2つ石をお見せしようかな。ちょっと大きくしていきましょうか。サハスラーラ、チャクラの一番上のチャクラに対応する石、天然石になるんですね。
っても綺麗なね、ブルーなんですよね。でこれは天使の石とも言われていてね、でこの石の存在を知った時に、石ってキリがないじゃないですか。いろんな石があるから。で、一個集め出すとどんどん欲しくなるんですよね。だけど、本当にそれは自分にとって必要かなっていうのをいつも考えていて、そんなに石のお仕事をしているわけでもないので、本当に厳選された縁のあるものだけに手元に置こうっていうふうに思っていて、で私の知り合いでこういう石を扱っているお店をやってらっしゃる方がいるんですね。昔すごくお世話になった方なんですけど、東京の大岡山でやってらっしゃる。で、その方に相談をしまして、ね、この石がね、欲しいんだけど、もしもお店に入ってきたら教えてくださいって。で、その時はなかったんですよね。で、そしたらね、次の日だったかな、多分1日か2日ぐらい、そんなに時間経ってない時、連絡がありまして、かすみちゃん、あの石入ったよ。でね、それを取っといてくれて、それを購入させてもらったわけです。だからね、石って縁だなって思うんですけど、自分が出会うべくして出会う石っていうのがあるみたいなんですよね。だからやっぱり自分の目で見て選んで買うっていうのが一番いいのかもしれないし、その時に出会った旅先とかいろんなことがあって、人を介してとかでもいろんなストーリーがあった中で自分のところに来るようになっていたのかなって思えるような石があると思うんですね。で、それを選ぶといいのかなって。ね。で、これを大事に飾っています。そしてね、もう一個石。これは、石というか、水晶なんですけれども、水晶は持ってる方多いかな。で、やっぱりその大岡山のね、お店に行った時に、綺麗だな、水晶1個欲しいなって前から思ってて。で、これはツボ脂肪にもできるのかな、こう丸くなっているので、ね、ツボ脂肪にもできると思うんですけど、あとは、こういうものとか、ね、叩いたり、すごく高い音が出ますね。で、そういうのにも使えるかもしれないなって思ったりね。とにかく、1個水晶は欲しかったので、浄化に使ったりしますよね。で、お店を見ながら、買おうと思って握ってたんですよ。で、これ握りながらね、ずっと見てたらものすごい熱くなってきて、で、水晶ってすごく熱の伝導率が高いらしいんです。で、科学的なことを言ってしまうとつまらないかもしれないんだけど、とにかくね、すごく持ってて熱くなって、こんなに熱くなるんだって、ちょっと感動するぐらい。それでね、やっぱり買おうかなって買ってきたんですね。で、石はね、やっぱりいろんななんて言うんですかね、エネルギーがこもるというか、秘めているので、その石を手元に置いていることで、何かとても自分にとっていいことがある、心地よく過ごせるっていうのがあれば、きっとそれは合ってると思うんですよね。だけどその石、例えばブレスレットでもネックレスでも何でも石を身につけていて、何も変わらないというか、いいことが起きない。そういう場合は、もしかするとその石が自分にとって逆なエネルギーかもしれない。そういうことも考えられますよね。はい。そんなことを私は石に対しては考えがあります。3周年記念なので、いろいろなことを、ヨガに直接関係ないかもしれないけど、よく私たちが話題にすること、気になっていること、そんなことをあれやこれやと喋っております。さあ、ではね、最後に、私がよく使っているヨガのプロップスを紹介しようかな。ヨガのベルトの使い方という動画を1本上げたことがあると思いますが、今日はヨガのベルトの使い方、いくつかご紹介しますので、一緒にやっていきましょう。
このベルトはね、すごく使い勝手がいいというか、いろいろなことに使えるので、もう今日説明しきれないですけど、一本あるといいですね。私が気に入ってるのは、バックルで大きさが簡単に変えられるやつが好きです。金具のやつよりかはこれが好きですね。で、長さもね、長い方がいろいろに使える。短いと足にかけた時とか、背小さい人はいいですけど、男性とかね、背高い人なんかは足にかけた時に長さが足りなかったりすることがあるんですね。だからあんまり短くない方がいいですね。これ何センチあるんだろう、忘れちゃった。あとはね、ヨガでブロックですね。ブロックもよく使う。ブロックはね、本当にいろんな使い方ができるので、あとは種類も安いやつね、よくネットとかで安く1200円とかそのぐらい2個セットで買えたりします。そういうのでもいいと思います。軽くて持ち運びしやすい。で、あと当たりが優しいですね、当てた時。で、これはちゃんとしたメーカーさんのやつですけど、これしっかりしてるから、男性が体重をかけたりしてもグラグラしにくいっていうのはありますね。で、こういうベルトやブロックを使ったクラスっていうのもやっています。で、私基本月に1回しかクラスをしないんですね。で、自分の花ヨガのクラス、花ヨガというヨガをやっているんですが、まず月の第1週目の日曜日の朝7時から7時50分までが朝ヨガ。ちょっと動くヨガ。太陽礼拝したりとか、その日の一日を気持ちよくスタートできるように、少し汗をかいて動いていくヨガ。もちろん朝なので呼吸法もしっかりやって、心肺機能も高めていくものですね。これが一つでしょ。それからあと第2水曜日の夜にリラックスヨガをやってるんですね。これもオンラインです。で、これは今ご紹介したブロックとか、あとはクッションとか、こういったものですね。なるべく厚みのあるコットンがいいです。フリースのようなものだと滑ってしまうので、綿がいいですね。で、こういうブランケットとかポールスターなどを使ってリラックスできるようなヨガを夜寝る前ですのでね、気持ちが穏やかになって体が寝る方向に行くようなヨガのクラスがあります。で、あとは毎週金曜日ですね。毎週金曜日朝10時半から11時半まで。で、これは毎週やってます。普通のヨガなんですけど、とてもマニアックで、一番最初の5分か10分ぐらいお話をするんですけど、今日お話ししたようなムドラーの話とか、それからインドのヒンズー教のお話とか、あとは、アロマテラピーのお話とかね。私が今使っているものとかをご紹介したり、季節に合わせて、こんな季節の時はこんなのいいよっていうのを実践しているものをお伝えしたりとか。あとはですね、解剖学私好きなので、解剖学、その日にやるテーマに沿った解剖学のお話を、図を一緒にシェアしながらやったりしてますね。とてもマニアックです。でも皆さんすごくね、好きだって言ってくださってから私も調子に乗ってやってます。で、それをお話を5分か10分ぐらいした後に、その日のテーマ、その時の季節ごとにやった方がいいかなと思うものを選んで、テーマを決めてヨガをします。動きをします。で、それから呼吸法もそうですね。呼吸法もいくつもあるので、一つ二つやることもあるし、大体はその時、夏だったらこれ、冬だったらこれみたいなのありますからね。あと、オールシーズンいつやってもいいものは選んでやってますけど、そんな感じで呼吸法をやって、で、一番最後に質疑応答っていうのがあるんですね。その日にやった中で質問がある場合、直接聞くことができます。で、それをお答えする。で、あとお話をしてこうですっていうお話を聞いたときに、私がこの人こういうふうにするといいかもしれないってひらめいたアイデアなんかもその時にお伝えしたりしていますね。はい、
そんな時間があるので、普段のお稽古、スタジオでやるレッスンではなかなか個人的に一人ずつ質問をしたりとか答えたりとかアドバイスを個人的に差し上げたりっていうのはなかなかできないんですが、オンラインならではかなと思っています。あとはマンツーマンでオンラインでカフェトークさんというよく YouTube の下の欄にも書いてるんですけど、そこでクラスをやっています。パーソナルのクラスです。ヨガと、それからダンスの、バレエの方が多いかな。ダンスのための柔らかくする体づくりのストレッチとか、それからあとは病み上がりで怪我をしたりとか病気をしたりしてスタジオに行かれない時に、その社会復帰をする前のリハビリとして寝たまんまヨガとか椅子に座ったままやるヨガとかっていうクラスも設けてあります。そんないろんなクラスがありますので、もしよかったら私に会いに来てください。最後ちょっとクラスの宣伝みたいになりましたけどね、そんな感じでやっております。さあ、ではこれからも YouTube いろいろやっていきたいと思います。どうぞ登録よろしくお願いします。それではいつもありがとうございます。見てくださっている方、いつもありがとうございます。